機動戦士ガンダムにおいて一年戦争と呼ばれる戦いが繰り広げられました。これは地球連邦政府とスペースコロニー国家であるジオン公国の間で行われた大戦です。サイド3の国家であるジオン公国が連邦政府に対してスペースノイドの自治権を求めたことに端を発した戦争であるため、ジオン独立戦争とも呼ばれています。この戦争により地球とコロニー間には修復不可能なほどの歪みが生まれ、一年戦争後も多くの戦乱を招くきっかけとなりました。機動戦士ガンダムの作中ではアムロとホワイトベース隊の活躍にフォーカスされていましたが、その世界全体では様々な出来事が起きており、一年戦争以前からスペースノイドの自治権をめぐる問題が起きていました。今回はそんな宇宙世紀の始まりから一年戦争終結までの歴史について解説させていただきます。一年戦争の発端は宇宙世紀への改暦以前、西暦の時代にまで遡ります。西暦末期の地球は人口の増加による環境の悪化や食糧問題、国家間による紛争など様々な問題を抱えていました。こうした諸問題を解決するため、西暦の時代に人類統一国家である地球連邦政府が設立されます。諸国家地域を一体的に統括できる連邦政府により、人類の存続と地球の環境保全を目的とした政策の推進が可能となりました。それが宇宙における人類の生活空間スペースコロニーの建造と人類の宇宙移民政策です。強大な政治力によりスペースコロニー第1号が建造され、人類の宇宙移民が開始。それに伴い西暦から宇宙世紀への改暦も行われました。その後も月の軌道上にある重力の安定した地点ラグランジュポイントにスペースコロニーを次々に建造。コロニーの集合体はサイドと呼ばれるようになり、それぞれの自治体を形成していきます。着々と宇宙に居住権を広げ、一見順調にも見える移民政策でしたが、その裏には多くの問題がありました。まずコロニーへの移住にかかる費用は自己負担。親子3代にわたるローンを組まされ、地球における自分の土地を放棄しなければいけないなど、移民者への負担は非常に大きいものでした。にもかかわらず、移民は宇宙移民法により反強制的に行われたため、多くの人類は無理やり負担を背負わされたのです。そうした不満もありながらも、着々と移民が進んでいた中、宇宙世紀0051、突如として新規コロニーの開発計画が凍結。全人類の宇宙移民計画は実質的に中止となります。そして富裕層や権力者、地球連邦の政府高官、彼らの生活を維持するための労働者は全人類の宇宙移民という公約に従わず地球に居座り続けたのです。もともと宇宙移民法には地球の環境保全や歴史的な遺跡保全を名目に、連邦政府が必要と認めた者には地球滞在が許されるという特例事項がありました。これを利用し既得権益を得ていた特権階級者は例外的な事例として地球に住み続けます。それだけでなく地球居住者は次第にエリート思想を肥大化させ、スペースコロニーを地球の植民地として搾取と支配を強めていきました。コロニーでは空気、水は限られた資源であるため、連邦政府はこれらに重税をかけ、自分たちの私腹を肥やす財源としたのです。こうした植民地政策の数々により、宇宙移民計画は実質的な口減らし、棄民政策と取られ、地球に住むアースノイドと宇宙に住むスペースノイドとの溝は決定的なものになっていきます。こうして地球連邦政府に対する不信感が高まっていく中、サイド3に一人の思想家が現れました。それがジオンズム大君です。大君はもともと地球連邦の議員でしたが、彼のスペースノイドの独立自治を訴える思想であるコントリズムは地球に居座る特権階級には受け入れられませんでした。そして地球での政治活動に限界を感じた大君はサイド3へと移住します。そこで自身のコントリズムと全人類の宇宙移民による地球保全を図るべきというエレズムを統合し、後にジオニズムと呼ばれる思想を提唱します。大君はジオニズムの中で、宇宙という過酷な環境で暮らす人類は地球で暮らす人類よりも精神的肉体的に大きく進化した存在、ニュータイプになれると説きました。つまりスペースノイドはアースノイドに劣る人種ではなく、むしろこれからの人類の未来を担う存在だと訴えたのです。この思想は
アースノイドに搾取される非抑圧層意識を持っていたスペースノイドの間でセンセーショナルを起こし、独立運動の機運を一気に高めました。その後、宇宙世紀0053にサイド3の首相となった大君は、盟友デニン・ソロザビと共にサイドの発展に努め、宇宙世紀0058に独立を宣言。ジオン共和国の樹立とジオン国防隊の設立を行いました。しかし、これを良しとしない連邦政府は、サイド3に対し、経済制裁を加えながら軍備を強化し、各サイドへの警戒を強めていきます。それでも、大君は、戦いではなく、連邦政府と交渉による平和な解決を望んでいましたが、宇宙世紀0068、志半ばで病死しました。なお、大君の死は、盟友でありながら、連邦との抗争による自治を確立しようとした過激派のデニンによる暗殺とも言われています。サイド3の首相を引き継いだデニンは大君派を一掃。ザビ家による独裁体制を敷き、宇宙世紀0069には共和制から君主制へ移行、ジオン公国を宣言しました。そしてデニンの隠居後はザビ家の長男であるギレン・ザビがジオンの全権を掌握。宇宙世紀0071には有生人類生存説を発表し、ジオン国民は選ばれたエリートであり、地球に住む古い人類はスペースノイドによって管理されるべきと説きます。つまり、ギレンは大君の提唱したニュータイプ思想をスペースノイドの反アースノイド感情を煽るための先民思想としてすり替えて利用したのです。その目論見通り、ジオン国民の意思は連邦政府との戦争へと傾いていきます。しかし、ジオンと連邦の国力の差は圧倒的で、まともに戦っても叶わないことは誰の目にも明らかでした。そこで、ジオンは宇宙世紀0069に存在が実証されたミノフスキー粒子に着目します。ミノフスキー粒子には、高濃度散布下において、レーダー、センサー、無線機器を妨害する効果がありました。当時の基本戦術は、センサーやレーダーを利用した戦艦による長距離の艦砲射撃だったため、ミノフスキー粒子の発見により、連邦軍の戦術を無力化することが可能となったのです。また、同時に、ミノフスキー粒子散布下で基本戦術となる有志海戦闘において、有効となる兵器を開発するべく、国内の工業機器メーカーへ依頼します。その中で、特に、機動性と汎用性に優れたジオニック社のザクを、ジオン軍の主力兵器モビルスーツに据え、軍備増強を推し進めました。こうして、開戦準備を完了させたジオン公国は、宇宙世紀0079-1月3日、地球連邦に対してジオン独立を求めて宣戦布告。後に一年戦争と呼ばれる、宇宙世紀史上最大規模の大戦が幕を開けたのです。宇宙世紀0079-1月3日、ジオン軍は、連邦への宣戦布告直後に先制攻撃を仕掛けます。ドズル艦隊が各サイドに駐留する連邦軍艦隊を吸収、キシリア艦隊は、ジオン本土へ資材を供給する重要拠点とするべく、月面都市グラナバを侵攻しました。続いて、連邦へ組みする姿勢を見せたサイド1、2、4に対して攻撃。毒ガスによる住民虐殺を行い、わずか40時間で3つのサイドは壊滅しました。こうして確保したコロニーの一つ、サイド2のアイランドイフィッシュに、ジオン軍は核パルスエンジンを装着させ、正規軌道から離脱させます。そして、スペースコロニーを超質量の弾頭に見立て、連邦政府の本部であるジャブローへ落下させるブリティッシュ作戦を敢行しました。しかし、連邦軍ティアンム艦隊による激しい抵抗によって、コロニーは崩壊し、落下軌道は大きくそれます。ですが、3つに崩壊したコロニーのうち、先端部分がオーストラリアのシドニーへと落下し、オーストラリア大陸の 16% を消滅させました。また、コロニー落下の影響は凄まじく、地球全土で異常気象が発生します。こうして、コロニー落下による死者数は二次被害も合わせると、人類の半数である約55億人にも上りました。なお、この開戦から、コロニー落としまでの戦いは1週間戦争と呼ばれています。しかし、人類の半数が亡くなったにもかかわらず、ジャブローを破壊できなかったジオンは、再度コロニーの落下を目論み、残された戦力を結集して、サイド5のルームへと進行しました。これを察知した連邦軍は、宇宙へ出撃可能な艦艇を集め、レビル将軍を指揮官に据えた阻止作戦を試みました。
このサイド5、ルームをめぐる戦いをルーム戦役と呼びます。開戦当初は、数で勝る連邦軍が有利に進めたものの、モビルスーツの投入により形勢は逆転し、連邦艦隊はほぼ壊滅。脱出しようとしたレビル将軍は黒い三連星に捕らえられてしまいました。こうして、ルーム戦役は、ジオンの勝利に終わりました。その後、ジオンは、連邦政府に無条件降伏にも等しい休戦条約の締結を迫りました。しかし、裏で行われていたレビル将軍救出作戦が成功し、調印直前に救出されたレビル将軍によって、ジオンがすでに疲弊しきっていることが世界へと発信されます。これにより、連邦政府の方針が継戦姿勢へと傾き、休戦条約の締結には至らず、いくつかの戦時条約を結ぶにとどまりました。こうして、休戦条約の締結が失敗に終わったことで、戦争は泥沼化の様相を呈していきます。長期戦になると判断したジオン軍は、宇宙世紀0079-2月には、資源確保のために地球侵攻作戦を発動。一方、ルームでの大敗を経て、モビルスーツの有用性を認識した連邦軍は、ジオンと同じ土俵に立つため、新型モビルスーツの開発計画 V 作戦を立案しました。そして3月に入ると、ジオン公国地球方面軍による降下作戦が開始。第1次降下作戦ではオデッサを占拠。第2次降下作戦では北米大陸のキャリフォルニアベースを占拠。第3次降下作戦では北京やアフリカキリマンジャロが占拠され、3月中には地球の半分がジオンに掌握されました。4月に入ると、連邦軍はモビルスーツ開発計画である V 作戦と宇宙艦隊再建計画であるビンソン計画を同時発動します。また5月には北米アリゾナにおける戦いで連邦軍所属のセモベンテ隊によって露獲したザクを運用するなど、モビルスーツ運用体制を着々と整えていきました。このようにジオンによる猛攻の裏で、連邦は虎視眈々と反撃の準備を進めていきます。一方、ギレンは降下作戦の度重なる成功から半年以内には地球全土を制圧できると考えていました。しかし出だしこそ好調だったジオン軍ですが、慣れない地上戦と急激な戦線の拡大により兵士が疲弊し、進撃速度が徐々に低下していきます。また地上戦に慣れた連邦軍の戦車や歩兵による巧みな戦術、加えてコロニー落としで愛する者を失った兵士たちの反ジオン感情による高い士気により、戦線は膠着状態となりました。また連邦軍総司令部ジャブローの位置が巧みに隠されていたため、ジオン側はその位置を特定できず、地上を制圧しきれなかったことも大きな要因とされています。しかし6月にはフラナガン機関を設立し、サイコミ技術の研究を本格的に進めるなど、ジオンも戦線を広げる裏で新兵器開発に着手していました。またアバオアクー、ソロモン、グラナダの各方面軍守備隊と統合し、本土防衛の準備を整えています。7月に入ると、連邦軍はついにモビルスーツの開発に成功し、プロトタイプガンダムがロールアウト。それに伴い、第1機械化混成大隊、通称小島大隊が設立されます。8月には、連邦軍はサイド7で V 作戦の要となる試作型モビルスーツの最終テストを開始。しかし、この情報はジオン側にキャッチされていました。そのため、9月にガンダムをはじめとした RX シリーズを受領するべくサイド7へ向かったホワイトベースがシャーズナブル率いる部隊に捕捉されてしまいます。そして偵察のためサイド7へと侵入したシャー指揮下のザク部隊と起動した RX78 の2ガンダムによって人類史上初のモビルスーツ戦が勃発。ザク2機が瞬く間に撃破され、連邦製モビルスーツの性能の高さを知らしめる結果となりました。これ以降、連邦軍による快進撃が始まります。10月にはホワイトベース隊の活躍もあり、ニューヤークの戦闘でジオン公国地球方面軍司令ガルマザビが戦死。11月には鉱山地帯オデッサの奪回へ向けたオデッサ作戦が発動され、連邦による勝利で幕を閉じます。これによりジオン公国軍地球侵攻部隊司令官マクベ大佐が宇宙へと離脱し、敗残部隊は散り散りになりました。こうしてオデッサの敗戦によりジオン地上軍は劣勢に追い込まれますが、11月末にはついにジャブロー基地の正確な位置を突き止めます。そして
地上における軍事バランスを逆転させるべく、大部隊を投入してジャブロー攻略作戦へと踏み切りました。しかし、連邦軍の激しい対空砲火や、連邦軍の新型量産機ジムによる抵抗で、投入したモビルスーツの大部隊を喪失。ジャブローの侵入口の確保もままならないまま、撤退を余儀なくされました。こうして、オデッサの敗北とジャブロー攻略作戦の失敗により、地上戦力の大部分を失ったため、ジオンの地上における敗北は決定的となります。12月に入ると、連邦軍は、この地上でのアドバンテージを見逃さず、宇宙での反攻作戦に出るため、ビンソン計画で再編した宇宙艦隊の主力部隊をジャブローから発進させます。同時に、アフリカ、北アメリカ大陸において、大規模なジオン軍掃討作戦を行い、地球上のジオン軍を完全に宇宙へ撤退させることに成功しました。12月末になると、宇宙へ上がった連邦軍は、ジオンの宇宙要塞ソロモンを攻略するべく、チェンバロ作戦を発動。ホワイトベースをはじめとする、おとり艦隊の活躍や、ソーラシステム、モビルスーツによる物量戦術を駆使した連邦の勝利に終わりました。また、この戦闘で、ジオン公国軍、宇宙攻撃軍、司令ドズルザビが戦死しますが、連邦側も、艦隊司令官、ティアンム中将やルナツー司令、ワッケイン少佐が戦死するなど、両軍とも、多大な損害を被っています。それでも、連邦軍は、たった数日で主力艦隊を再編成し、アバオア空進行作戦である星1号作戦を行うべく出撃しました。そんな中、戦意をそがれていたデニンは、和平交渉に向けて、ベビル将軍の元へと向かいます。しかし、ギレンは、車線上に父親がいることも構わず、密かに建造していたコロニーを転用した巨大なレーザー砲、ソーラレイを照射。これにより、デニン国王が死亡。連邦は、総司令官ベビルと艦隊の 30% を失い、ソーラシステムを搭載していた輸送艦も喪失します。壊滅的な打撃を受け、連邦軍は一時混乱状態に陥りますが、上層部は即座に残存艦隊を再編成し、星1号作戦を強行。一年戦争最後の戦いとなるアバオア空戦の火蓋が切って落とされました。戦闘開始直後は、ディレンによる采配やドロス艦隊の活躍により、連邦軍はなかなか要塞に取り付けず手をこまねきます。しかし、キシリアが父殺しを名目にギレンを射殺。これにより、ジオンの指揮系統に乱れが生じ、その隙に連邦軍はドロス艦隊を撃沈。エスフィールドの別動隊やホワイトベース隊の活躍もあり、要塞内部への侵入に成功しました。ここで、ジオン軍は敗色濃厚となったため、キシリアは要塞を脱出しようとするも、シャアの手によって射殺されます。こうして、ジオンの支配者であったザビ家は事実上滅亡し、指揮官を失ったジオン軍は壊滅状態となりました。その後、もともとデニンの要請で連邦との和平工作を画策していたダルシア・バファロがジオンを共和国制へと移行。12月31日、ジオン共和国臨時政府として連邦政府へ終戦協定締結を申し入れました。対してソロモンからアバオア空戦で主戦力の大半を失い、グラナダやジオン本国へ侵攻する余力がなくなっていた連邦もこれを受諾。こうして宇宙世紀0081月1日、月面都市グラナダにおいて終戦協定が結ばれたことで、1年にもわたる宇宙世紀最大規模の戦いが幕を下ろしました。しかし、1年戦争終結後、連邦軍の腐敗やジオン軍残党の存在、それを狩るティターンズの台頭により、平和な時は数年も経つして次の戦争へと突入していくことになります。余談ですが、最新作ジークアクスでは仮想戦記として一年戦争において連邦軍ではなくジオン軍が勝利した世界戦が描かれています。ただ、ジオン軍が勝利し自治独立を勝ち取っても、今度はスペースノイド間の貧富の差が問題となっていました。また、敗北した連邦はジオンに虐げられているようで、ジオンに恨みを持つ魔女が登場しています。連邦が勝っても、ザビ家が勝っても、人が宇宙で住むには片付けなければいけない問題が多すぎるようです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。